皆さんこんにちは。ミステリーマープルです。今日は長さ1メートルもあるお箸で生活をしている人々のお話をいたします。長さ1メートルですと食事はしにくいですね。どうしたら自分の口に運べるだろうかと考えますね。地獄の人は皆そういうふうに考えて、これでは自分の口には食事のものは入れられないと言ってイライラして怒ってばかりいます。ところが天国の人はどうしたかというと、その長い同じお箸で周りの人はお腹空かしてないかしらと、その前の人に食べ物を口に入れてあげます。食事がまだ済んでない人はいないかしらと、また周りを見渡して食べさせてあげます。ですからいつもニコニコとしていられますね。そしていつもにか天国の人は相手の方もそうですから、お人を食べさせている間に知らず知らずに周りの皆さんが自分の口にも入れてくれるということです。それは周りの人をよく考えて毎日過ごすという大事なお話だと思いました。この長いお箸のお話は、私が小学生の時に朝礼で校長先生がお話しくださったものですけれども、古くならないですよね。今年の春先にもゲッターズ飯田さんが今週の幸せ言葉というネットエッセイに同じ話を書かれていまして驚きました。ゲッターズさんの場合は天国も地獄も同じというタイトルでした。長いお箸を使うという同じ環境だったとしても、天国的な生き方もできるということですよね。 YouTube にも三尺三寸橋というキッズ絵本があるそうです。お子様だけでなく、このウィズコロナの時代、大人の皆様の心にも響きましたら嬉しいです。またふと思い出した身内ネタなのですが、先ほどの校長先生、お名前を金蔵さんとおっしゃいます。ゴールドを作ると書いて金蔵先生。身内に金子さんっていう人がいましたものですから、金蔵さんと金子さんが結婚したら、ご主人は外でゴールドを作って、奥様は金子さんだけに金庫番をして、すごいお金持ちになるんではないかしらと空想していたことを思い出します。我ながら、なんて子供だったんでしょう。私にはばあばと言ったりおばあちゃまと呼んだりする孫がおりますけれども、孫たちが金蔵さんと金子さんについての私の空想を聞いたら、どんな素直な意見が飛び出すか楽しみなような、ちょっとイケてないと突っ込まれそうで怖いような複雑な気持ちがいたします。周りの方を思いやるということ難しそうですけれども、自分と同じマンションに住んでいる人とエレベーターで会ったりした時に、こんにちは、暖かいですね、いいお天気ですねと話しかけるのはどうでしょう。それからお花を好きな方が多いので、草花の植木鉢なんかをベランダに飾ったりお玄関に飾ったりすると、また通る人々の功徳になるかもしれません。そんなやり方が第一歩としてあるかもしれませんね。はい、ここからはおまけ動画です。雑誌付録の開封をしてみようと思います。おまけだけに。開封動画はあまたあると思うのですが、ラッキーセブン世代でやっている人は珍しいでしょ。さて第1回はこちら。
ミニ2021年12月号の付録です。キリンが来るの川口春奈さんが表紙ですね。開けてみようと思います。こんなのが入っていました。開けてみます。こんな風にして入っていました。ムーミンのリトルミーの縦型蛇腹カードケースです。ポケットティッシュと比較するとこれくらい持ちやすいです。かわいいですね。なんて書いてあるのかしら。後で Google レンズで翻訳してみますね。縦型などでカバッと開いて探しやすそう。14ポケット最大30枚入るそうです。領収書やちょっとしたお薬も入りますね。背面にはスイカなどの IC カードが入ります。チャックはリトルミーのチャーム付き。思ったより軽いのでカード整理に便利。レジ前でもスマートにできそうです。以上、おまけコーナーでした。年頃のお孫さんにプレゼント、あるいは逆におじいさまおばあさんにプレゼントするのも素敵だと思います。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただいてありがとうございました。ではでは、またね。